こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は、基本的操作法1平面図の作図から 3D プリントまでについてお送りします。今回は、3D プリンターで造形物を作成するまでの流れを、箸置きの作成を題材として説明したいと思います。最初に、フリーCADで平面図を作成し、それを立体化していきます。そして作成されたモデルをスライサーと言われるアプリに入力し、3D プリンター用のデータを作成します。そして、このデータを SD カードに保存し、3D プリンターで造形物を印刷する流れとなります。それでは、平面図の作成から 3D プリントまでの作業を以下の項目で説明していきます。1、起動画面。2、スケッチを起動する。3、作図平面を選択。4、スケッチの画面。5、スケッチジオメトリ。6、高速ツール。7、スケッチを立体化する。8、3D プリンターで印刷する。こちらはフリーCADの起動画面です。画面上部にはメニューバー。その下にはよく使用するツールがボタンとして表示されています。これをツールバーと言います。左画面にはパネルと言われる領域があり、ここではタスクやモデルの作業が表示されます。また画面下部にはステータスバーが表示されています。この部分ではエラーメッセージなどが表示されます。画面中央の右側では新規ファイル、最近使用したファイル、そしてその下にサンプルが表示されます。それでは最初にパラメトリックパーツを選択します。すると左の図のような表示となります。ここでツールバーのワークベンチにパートデザインと表示されていることを確認してください。もしこの表示がない場合は、この部分の下三角を選択し、項目よりパートデザインを選択しましょう。次にタスクバーを選択し、補助ツールよりスケッチを作成を選んでください。この時、補助ツールが表示されない場合は、ツールバーよりスケッチのアイコンをクリックします。スケッチを作成をクリックすると、この画面が表示されます。ここでは、描画するスケッチ平面を選びます。左パネルまたは2の作図画面より描画したい平面を選択しましょう。ここでは XZ 平面を選びます。こちらはスケッチの画面です。右側の大きな画面が作図を行う画面となります。座標軸は右下に表示されていますので、どの平面に対して作図しているかを確認することができます。また、右上には視点を変更するサイコロツールがあります。左のパネルには、上よりツールバーメッセージ、その下に図形の高速状態を表示するウィンドウ、最下部には作図した要素が表示されます。作図を行う基本的ツールとしてスケッチャージオメトリがあります。左より点、次にポリライン、直線、円弧、円楕円、四角形、正多角形、長円形、スプライン、そして構造ジオメトリーの切り替えボタンがあります。これは補助線への切り替えを行うものです。また下三角の印のついているアイコンは、複数の選択肢を表示することができます。これらの詳細については、次の動画で説明します。フリーCADの起動した画面です。新規ファイルは、よく使用する項目が表示されています。そしてその下には最近使用したファイルがあり、ここより過去のファイルを編集することができます。その下にはサンプルを参照することができます。今回はパラメトリックパーツよりスタートします。左上にはモデルとタスクタブがあります。モデルは作成したオブジェクトと構造を表示しています。次にタスクタブですが、ここでは作業のナビゲーションが行われます。例えば推奨される項目、スケッチを作成などが表示されます。それでは、スケッチを作成してみましょう。こちらがスケッチ作成画面です。この画面では、最初にスケッチを作成する平面を選びます。対象の平面を選ぶには、左のボックス、あるいは右の図から選択します。今回は YZ 平面にスケッチを描きます。こちらがスケッチ作成画面です。
こちらのサイコロは、どちらから見たかを選択できるツールです。右下には X 軸、Y 軸、Z 軸を表すツールが表示されています。作図画面は最初真っ白な状態ですが、こちらのグリッドツールをクリックすると、画面にグリッドが表示されます。またグリッドの間隔も、このマークをクリックすると調整することができます。こちらにスケッチャージオメトリーが配置されています。例えば、点を描いてみましょう。ここでクリックします。もう一度クリックしてみましょう。ここでエスケープを押すと、このモードから抜け出すことができます。次にポリラインを作成してみましょう。ポリラインは、このように連続したラインを作成することができます。このモードの終了は、エスケープを押します。すると選択モードに切り替わります。選択モードでは、描いた図形の移動やデリートなどの操作を行うことができます。こちらの図形を選択し、デリートします。この線分を選択し、デリートします。マウスをドラッグして範囲を設定して複数の図形を選択すると、まとめてデリートすることもできます。次は円弧を描いてみましょう。円の中心でクリック。そして広げてやって、もう一度クリック。そして横に広げて決定します。描く途中でボックスが表示される場合は、この中に数値を入力すると、半径などの設定を行うことができます。ここでは 20mm に設定してみましょう。次は円を描いてみましょう。この場合もキーボードで直径を設定することができます。ツールの中でした三角マークがある場合は、ここを押すことによっていろいろなオプションを選ぶことができます。先ほどは、中心点から円を作成を選択しましたが、今回は3点指定で円を描いてみましょう。円周上の3点をクリックして円を描きます。他のオプションとして、楕円も描くことができます。まず、中心を選んでやって、次に2点をクリックします。これで決定です。次に長方形を描いてみましょう。1点でクリックし、対角線上にドラッグして広げて、もう一度クリックをします。これで完成です。次は正多角形です。六角形を描いてみましょう。中心点でクリックし、広げてもう一度クリックします。このカテゴリーでは、他に三角形も描くことができます。次は楕円形を描いてみましょう。ここでは2点を設定し、次に半径を決めます。こちらのスプライン曲線を描いてみましょう。ス
プライン曲線は、連続してクリックした点をつなぐ曲線を描くことができます。こちらのツールは、構造ジオメトリーの切り替えボタンです。実際の線を描くモードより補助線を描くモードへの切り替えが可能となっています。このモードを選択すると、線の色がブルーとなり補助線を描くモードであることを示します。ここで、補助線として長円形ツールを使って描いてみましょう。補助線が作成されるとブルーの点線として表示されます。この補助線は実際の作図には影響を与えませんが、ガイドラインとして使用することができます。それでは通常のモードにして作図してみましょう。それでは先ほど作成された補助線の中に楕円と長方形を描いてみましょう。スケッチを終了するには、左側のウィンドウより閉じるをクリックします。するとスケッチが完成し、右側の画面に今描いた図形が表示されます。今タスクになっていますが、モデルに変更すると、このようなツリー構造が表示されます。また、ボディの下に今描いたスケッチが表示されています。このスケッチを再編集したい場合には、スケッチの文字をダブルクリックします。するとこのように、スケッチの編集画面となります。マウスの操作ガイドは、画面右下にマウスオーバーすると表示されます。左クリックで選択。ズームは、ホイールを前後に動かします。手前に動かすと縮小。前方に動かすと拡大。ホイールを押して右あるいは左のボタンを押してマウスを動かすと、回転させることができます。また画面の平行移動は、ホイールを押したまま、マウスを動かすことによって可能となります。それでは、画面の操作を行ってみましょう。最初はホイールの操作です。ホイールを前方に動かすと拡大。手前に動かすと縮小となります。左クリックで図形を選択することができます。図形を選択したらデリートなどの操作を行うことができます。次はホイールを押したままマウスを上下左右します。すると、画面全体が平行移動します。次は回転です。ホイールを押したまま左ボタンまたは右ボタンを押して、マウスを左右に動かしてみましょう。すると画面が回転することがわかります。画面の向きを変えるには、右上のサイコロツールを使用することもできます。例えば、このようにクリックして向きを変更することができます。他の方法としてツールバーより視点の変更を行うことができます。等角投影の場合、右から見た場合というように視点を変更できます。それでは画面を閉じましょう。ここでスケッチを削除したい場合は、削除対象のスケッチを選び、デリートを押します。すると、このスケッチが削除されます。
それでは高速ツールを動かしてみましょう。こちらに高速ツールがありますが、主なものだけを紹介します。こちらは寸法の高速ですね。こちらをクリックすると、こういう風な形で表示されます。ここでクリックして、例えばこれを 25mm というような形で寸法を固定することができます。もう一度こちらの方ですね。選んだ状態でダブルクリックすると同じような形が出てきますので、ここで 23mm とかそういう風な形で調整することができます。この中にはいろいろな高速の種類があって、例えば垂直距離高速というのがあります。例えばこちらの点とこちらの垂直距離ですね。このように固定して描くことができます。こちらで水平距離ですね。水平距離高速、こちらとこちらの水平距離は今 41mm ですが、40mm にしたいとか、そういうような形で高速を行うことができます。そして次は点をここに書いてやりましょうか。ここに点をここにこう書いてやります。ここで対象高速を使うのですが、こちらの方のこれを選んでやって、この2点を選びます。そしてこの線に対して対象とすると、対象の距離になります。その他に使うものとしては、水平高速、垂直高速というのがあります。こちらですね。水平高速を選んでやって、これを押すと、ここに水平。そして垂直高速ですね。例えばこれを選びましょうか。こうすると垂直になります。あとはこちらの方ですね。一致高速というのもあります。これの点とこちらの原点というような形で一致させることができます。スケッチにより平面図が作成された後、立体化を行っていきます。今回は2種類のツールを使用して行います。一つはパッドと言われるもので平面図に厚みを持たせるためのツールです。もう一つは立体化した図形にポケットを作成するツールです。最初のパッドを用いて箸置きの基本部分を作成し、次にポケットを用いて箸を置く部分を作成していきます。それではフリーCADの作図より 3D モデルの流れを把握するため、箸置きを作ってみましょう。まずはパラメトリックパーツを選びます。次は元になる三角形を描いていきます。まずタスクを選んでスケッチを選びます。そしてこの面は YZ 平面に描いていきます。次にグリッドを表示しましょう。ここでポリラインを選んで三角形を適当に描いてやります。
次にまず底面これを 15mm にしましょう。これをさらに水平高速をかけましょう。次にこちらの方に移動してやって、ここを対称高速で真ん中に持っていきましょう。この点を選んで、真ん中を選択します。次にこの高さを 15mm にしましょう。次に距離の垂直距離高速。頂点を選択し、原点をクリック。そして 15mm にしましょう。そして、こちらの点を移動します。垂線に一致させます。これで三角形が描かれましたので、この画面を閉じます。そして、次にこれをパッドを用いて、厚みを持たせます。ここで、面を選んで、面対象として、両側に広げます。50mm にしましょう。これで基本図形が描かれましたので、あとはポケットでくり抜いていきます。ここでもう一つスケッチを追加します。ここでこの XZ 面に追加しましょう。ここでこういう形でくり抜きます。それでは三角形を描きましょう。さっきと同じですね。そして、この辺りまで持っていきたいので、補助線を引きましょう。こちらの方で補助線を引いてやります。この辺りまで来るように線を引きます。そしてこちらの方まで持っていきたいのですが、ここが邪魔して見えないので、モデルの方に移ってパッドのところの目の印をクリックします。すると、こういう形になりパッドが消えますので、こちらの三角の下の角をドラッグして、ここに合わせます。そして、この2点を対象にしましょう。もう一回やりましょうか。現在、補助線モードになってますので、実線モードに切り替えます。2点を選び、中央の垂線を選び対称高速を加えます。今回は、うまくいきました。それでは、あとは目のマークをクリックしてパッドを再表示させます。そして、こちらの点を移動して、もう一度やり直します。
これで閉じましょう。スケッチが今こういう形で描かれましたので、これを選択した状態でポケットを描いていきます。ここで、先ほどのスケッチを選択してポケットツールを押します。ここで、面に対して対象として、長さを増してやります。すると、こういう形で完成です。そしてあとは、これを保存しましょう。ファイル名をつけて保存を押します。そして、次に 3D プリンター用にエクスポートを行います。この時まずボディを選んだ状態で、ファイル、エキスポートを押します。3MF 形式で保存します。保存したらフリーキャドを閉じます。次に、それをスライサーに取り込みます。スライサーが立ち上がったら、先ほど保存したファイルをここにドラッグ&ドロップします。こちらのファイルですね。そしてこちらを移動して、真ん中にセットしてやります。次にスライスを行いますが、パラメーターについては詳しくはこの中で設定していきます。今回は推奨設定でスライスをかけます。スライスをかけたらプレビューで確認です。この状態でファイルをエクスポートします。この場合、G コード形式で保存してやります。また、保存したファイルは SD カードに書き込んで 3D プリンターで印刷するという流れとなります。それでは、スライサーで作成された G コードファイルを SD カードにコピーします。こちらの SD カードライターを使用します。次に 3D プリンターに SD カードをセットします。プリンターの予熱が終わったら、プリントするファイルを選択し印刷開始です。しばらくするとデータを読み込みヘッドが動き印刷が開始されます。これで箸置きの印刷が終了しました。